お久しぶりです。もきちです。このチャンネルは考古学の勉強をし直す元理科の先生が旅をしながら歴史を勉強するチャンネルとなっております。歴史のテストに書かれる答えを示す内容というよりは、さらなる問いを示してそれを自分で解きに行くものとなっております。そのため内容に間違いがあるかもしれません。最新の情報を参照しているとは言えないかもしれません。専門家のお気に召さないかもしれません。なぜなら昔から楽しんできた探究過程を自ら描写しようということを目指しているために、初めのうちからその過程をお話ししていくことになります。必然的に初期の動画ほど、あるテーマについて扱い始めの動画ほど間違いが多くなると思います。そういう点がありましたら、ぜひ答えをコメントしていただくのではなく、ここへ行ってみようという形でご示唆をいただければ幸いです。調べるよりも考えること、考えるよりも行動してみること、見たもの、感じたものを大事にしております。好奇心をともに気の向くままにつれづれなる歴史の旅、お付き合いいただければと存じます。それでは今回の旅につながるテーマですが、前々回鹿島や生洲の旅からつながる雨のかがせをという神様は何者かという問い、それから大御神の御神の字の意味は何かという問い、この流れで志津神社はなぜ大御神社と別にあるのかという問い、最後に大御や志津あたりの地形はどうだったかという問いがあります。前回の動画をご覧になっていない方もいらっしゃるかと思いますので、そちらはまた見ていただくとして少し説明が必要でしょうか。まず雨のかがせよというのは神様の名前で、東国を開拓していった鹿島や香取の神様に最後まで服従しなかった神とされています。これが今回の目的地大御神社に祀られているというお話がスタート地点では、この雨のかがせよという神様はどういう神様だったのか気になるところです。その大御の御神の字ですが、前回動画でも触れたように鹿島神宮の神である竹三日槌の名前にも同じ御神の字が入っています。この竹三日槌の土の字が三日を打った土だったのか、三日が土を持っていたのかという疑問がここから生まれてきていたところでした。それから今回もう一つ訪れた志津神社というのが、雨のかがせを打った竹の葉槌の御事を祀る神社なんですね。実は竹の葉槌は大御神社の方にも祀られていて、2箇所両方でお祀りされている状態になっています。ここが別になっているのはどういう流れかというのも確認したいところです。その他、今回実際に訪れてみるにあたってブラタモリ的に地形にも気になるところでした。鹿島や香取あたりが当時ずっと水位が高くて太平洋に突き出す岬のようになっていたことはよく知られていますが、この大御神社や志津神社あたりの昔の地形がどうであったかというところを見ていきたいと思います。ということで、動画の流れとしては、まず日立や大御について大きな視点で捉えること、それから訪れた順に大御にある泉神社、それから大御神社、それから志津に行く前にさらに北の日立方面から御岩神社へ寄りましたので、そこも紹介しつつ、最後に志津神社という形でまとめております。今回全体が長くなってしまうので3つに分けて動画にしています。この動画はその最初の一つということで、泉神社を中心に3番までのお話から始めます。それではまず日立、そして大御について。はじめの2つはどちらも日立と読みます。日に立つと書いて日立、今の日立市はこの字ですね。一方、日立の国という場合は常に陸と書いて日立と読んでいますよね。この常に陸という字の前には常に道、あるいは直に道と書いて日田道と読んでいたところから日立に転じたのではないかという説があるようです。常に道とか直に道というのがどこにつながっているかというと、道の先にある東北地方、道の奥と書いて道の区ですね。これが国の名前として陸の奥と書いて陸奥というのがありますが、同じように下道を転じると
常の陸と書いて日立と読むというように読み替え対応付けが確認できますので、この説は大体当たっているんじゃないでしょうか。大三川はそんな日立の国の海岸線沿いにあります。他に行くにはまず茨城県の県庁所在地である水戸まで行きます。東京駅からは常磐線、鈍行では2時間ちょっとでしょうか。特急の日立とか常盤を使うと1時間半弱で到達できます。水戸からはさらに常磐線に乗って30分弱で大三川駅に着きます。車で行くなら常磐自動車道で東京から2時間弱。その後の移動の便を考えると、運転が苦でなければ車の方が自由が利いていいかもしれません。私の場合は車で行くとするとレンタカーで行くことになるのですが、うまいことを使い慣らしたタイムズカーが短距離でも距離計算で料金を取るようになってしまったので、低料金での車の移動が難しくなりました。したがって今回もやはり電車での旅ということになります。ということで今回は大三川駅からスタートすることにしましょう。まずは一味神社です。大三川駅の東口から歩いていくと、神社の敷地を回り込んだあたりに鳥居があります。敷地を回り込んだ東側から鳥居方向を眺めると、このように少し下がっていく地形になっていて、この左側が崖になっており、その斜面に泉神社が立っているというような地形です。豪社ということですが、立派な鳥居がありました。境内には本殿とは別に泉の湧く池の上に社が立っていて、こちらが崖下というような場所になります。この左側に本殿がある感じですね。神社が立っているところは泉ヶ森と呼ばれており、古来から人が集まる場所だったようです。日立の国不動記にもその存在が確認できます。不動記に見られる三月の里というのがこの付近の地名である水木、水に木と書いて水木ですね。ここの呼び名として昔から伝わっていることがわかります。また、ここの神社は専業の神職を持たずに地元の方だけで神事を行っていた祭というのがあるそうで、古い時代の名残と見られているとのことです。こちらの石碑の方が見やすいかな。ここの神社は第10代の崇神天皇の時代にこの地に祀られたとされているようです。その昔、天から降ってきた霊玉があり、これを神格化した雨の早玉姫の御事を祭神としているとのこと。そのため、縁起式での呼称は天の早玉姫の御事神社だったようです。その後、戦国時代に佐竹氏が泉大明神として社殿の造営改築を、それから江戸時代には修理奉祭が行われたと書かれています。改めてこの神社周りの地形を見てみましょう。酸素研が出している地質図ナビというのがあるんですけれども、これを見るとちょうどこの泉神社を境に地質の境目があります。おそらくこの図は少し南にずれていて、実際は黄色い地質を切って白っぽいところ、川が削ったような地形なんではないかと思われます。実際この衛星写真というところの青い線のところですね、ここを現代の川が流れておりますので、地質図並みの通りだとすると、この川が洗い出した流れのど真ん中に泉神社があって、洗い残った部分なのかもしれません。東から見ると、この星の位置に現在の火口がありますので、先ほども見たように星神社から北側に向かって傾斜があるので、この画面の右側が川で削られたと考えるのが自然なのかなと思います。地質ナビにはいくつかの種類の図が載っていたので、それをちょっと見比べてみましょう。まずは衛星写真 Google マップスのものです。こちらが先ほどの地質図、これと赤色立体地図を見比べてみましょう。そうですね、やはり赤色立体地図でも、泉神社の北側が谷になっているように見受けられます。ちょうどよく高低差と河川を一緒に描いてくれているものもありました。こちらを見ると北側にある公園から川が流れているように見えます。こちらは泉ヶ森公園といって、珍しいイトヨという魚が見られるのだそうで、平成の名水百選でもあるのだそうです。
ここから湧いてる分もかなりあると思いますが、Google マップを見るとさらに上流に当たるような水の流れを見られるので、谷全体をこの川が削ったものと見てよいのではないかと思います。改めて地図の判例を見てみると、黄色っぽい部分が後期更新世が形成時代で、水域か海底か、海ではないところの混合層というふうに書いてありますが、位置的に海底での形成なんではないでしょうかね。そこに差し込んでいる白っぽいところが間新世に形成された谷底平野ということになっていますが、川で削ったのは確かなんでしょうけれども、それでさらに古い層が露出してきたというよりは、新しい堆積物で、谷が埋まっているというような感じなんでしょうか。なので、見た感じなんですけど、谷というよりはのっぺりしているような感じを現場では受けました。以上のことを考えると、かつては浅瀬か湿地状態だったところを川が削ったところに泉神社の周辺が露出してきたというところでしょうか。ここがかつて三月の里と呼ばれたり、今でも地名が水木であることを考えると、かつては水辺に立つ城、水木であったのか、あるいは大神の拠点であったのかもしれません。また新しい謎が生まれてしまいました。先ほど見た河川の図をちょっと引いてみると、かつての地形に近いものが見えそうです。この辺りは大きな川を挟んで太平洋に突き出した半島のような形だったのではないかと想像します。そうするとさっきの泉神社の辺りが少し入り組んだ入り江のようになっていて、今でいう港のような形であったと言われても不思議ではないし、やはり水に浮かぶ城のようであったのかもしれないと妄想が膨らみます。以上、泉神社周りのまとめでした。昔からある人の集まる泉であったこと、それから水木という名前からの示唆を得た回でした。人々が集まる場所から神社へという流れが見えたのも今回良かったなと思います。お城の跡とか古墳のところに神社があるっていうイメージはね、あるんですけれども、あるいはどなたかのお墓かなとかですね、今回水木的なお城のものがあったのかなという感じもありますが、資料には人が集まる場所であったというところが書いてありましたので、その辺がいいなって思ったりもしました。では続きは、2つ目の動画でお楽しみください。次は本命の大神神社です。ぜひチャンネル登録と高評価、そしてベルアイコンのクリックをお願いいたします。それではまた次の歴史の旅でお会いいたしましょう。